月17日日曜日でございます。今回はですね、寝台特急サンライズ瀬戸に乗車することになりましたので、あまりの嬉しくて動画をアップロードしてしまいました。よろしくどうぞお願い申し上げます。私はですね、毎月香港カンフー武術学院の遠征指導ということでございまして、毎月東京支部にですね、遠征指導に、行っておるわけでございますが、これまではですね、深夜バスとかで早朝飛行機でありますとか、最終便の飛行機に乗りまして大阪に帰ることが多かったです。往復新幹線ということも選択肢にありますが、それはもう熟年世代のツアーということでございまして、なかなか時間的に厳しいということもありますので、時間に余裕のある深夜バスが主に、帰る手段であったんですが、今回はちょっと余裕があるということで、寝台特急サンライズ瀬戸に乗らせていただきました。前からですね、この寝台特急は知っておったんですが、一回乗りたいなと思っておったんです。でも費用の問題もあって、乗るなら飲み酒してやろうかなと、寝台費用とかちょっと払えんなということで、思っておったんですが、今回飲み酒を予約することができましたので、初めて乗らせていただきました。それでですね、現在その東京大阪間の移動ということで、選択肢としてはもう深夜バスが圧倒的に多いんですが、今回だけは許してちょんまげということで乗らせていただいております。ただしですね、このサンライズ瀬戸の方はですね、大阪止まらないんですよね。停車駅は姫路となります。で、姫路から大阪へ戻ってくるというようなことになります。姫路が5時25分停車でございますので、うっかり寝過ごすと次岡山になってしまうので、間違いなく起きてですね、姫路の方で降りて、それで、快速電車に乗って戻ってくるということでございます。で、最終的に新快速でずっと戻ればいいんですが、いっぺん阪神電車に乗ってね、帰ってみようと、元町駅で乗り換えて、阪神電車に乗り換えまして、大阪梅田に着こうか。うっかり寝てますとね、新快速ですと前原まで行っちゃうので、それが怖いので、阪神電車なら梅田終点ですから、さすがに梅田着いたら起こされますのでね、安心ということで阪神電車に乗り換えて、姫路から元町までは JR、 元町から阪神電車に乗り換えて大阪梅田まで終点まで戻っていきたいと思っております。どうぞ最後までね、ご視聴いただきましてお付き合いいただきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。私は昔からですね、東京大阪間の移動というのはよくやっておりまして、若かりし大学生時代の頃は、よくプロレスの用事でね、東京の方に行ってました。ただプロレスの試合を見に行くというだけではなく、ラッシャー木村さんのとこに訪問しに行ったり、アニマル浜口さんのところに訪問しに行ったり、渋谷で飲み会開いて鶴見さんとか高杉さんを招いて飲み会をやったりというようなことをよくやっておりましたので、東京によく行き来しておりました。で、私は鉄道オタクと呼ばれるようなものじゃないんですが、必然的にその頃そういう長距離移動というのはバスはありませんでしたので、どうしても鉄道ということになるわけです。それで
こう鉄道オタクの皆さんがですね、懐かしいようなものに乗ってきておるということなんですよ。いろんな方法で東京へなるべく安くですね行っておったというようなことです。まずはですね、大阪から東京に行くのは急行銀河がありましたね。これ1回だけ乗ったことあります。初体験だったのでね、とりあえずこう眠れなくて、朝5時ぐらいからずーっとね、箱根越えたぐらいからですね、ずーっとこう、その頃通路のとここうパタンと倒して座れる椅子あったんですよね。背もたれないですけど、パタンと通路のとこから折れたんでこうパッと出したらポテッとね、椅子になるなんていうのがあって、補助椅子みたいなやつがあったんで、そこ座ってタバコ吸ってね、ずーっとこうね、神奈川県内ずーっと線路裏見て東京行くまで過ごしておったというようなことがあったんですが、あれは何が悪かったんか知りませんけど、なんかね、眠れませんでしたね。でもあの頃の寝台列車というのはね、もうカーテン1枚仕切ってるだけでしょ。あれはね、女性は乗れませんわ。今の時代に全然合わないですね。でも大体こうみんな浴衣着てね、カーテン1枚仕切ったとこでこうゴロゴロ寝ておったんです。2段3段というところでね、ちょっとあれはもう女性は無理ですね。今から考えると、今これを乗ってる寝台特急銀みたいにですね、個室が標準装備されてないと女性がとかで利用するというのは不可能だと思います。必然的にね消滅していったというようなことだと思います。それとですね、銀河でですね、夏の時期とかに寝台じゃない銀河が出てました。これも 1,2 回乗らせてもらったことがあります。これもね、対面座席でね、対面座席じゃなかったかな、進行方向向いてるロマンスシートですけどね、2人ずつ座って、あれもねリクライニングが大してできないのでしんどかったですがね、いっぺんですね、80年か81年か81年か82年かな、その時に、その銀河を利用していった時に途中でね台風になりましてね、岐阜ぐらいでずっと止まっとったんですよ。それでこれはもう東京行けないじゃないかと思ったら、名古屋で停車してね、今から新幹線乗ってくださいと、新幹線タダでね乗らせてもらって、結局なんか9時ぐらいに着いたのを記憶があります。そういう経験もなんか得したなと思ったけど、一晩中ずっとね、動くんや動かんねや分からん状態でずっと朝までね、その列車で過ごしたっていうのもいい思い出ですね。それとあるのはですね、大垣東京大垣行きの普通電車だったんです。快速間普通電車が忘れました。僕が乗ってた頃はオレンジとグリーンのね、鉄道車両、対面シートのね、あれでございました。あれも一回東京から大阪帰るに利用したことあります。あれはちょっともう固定座席でリクライニングもしないし、もうなかなか辛かった。足も伸ばせないというようなことで辛かったという思い出があります。90年代になってですね、まだムーンライトながらと呼ばれる前の時に、それ乗って帰ったことありますが、その直前まで鶴見五郎さんと茅ヶ崎で飲んでて、でもう帰りますなんていう話になって、次の日ね、錦の浜っていう大阪の、海水浴場で約束してたんで、これは何でも帰らなあかんということでですね、どうやって帰ろう、それで帰ろうという12時半ぐらいにね、
茅ヶ崎通過やとか、通過というかそこで泊まっておったんですが、そこに乗車して、名古屋まで帰って6時半、6時27分着やったかな。それで6時半にね、近鉄特急の始発があるんですよ。それで近鉄特急に乗って帰りました。それでそのままもう錦の浜に行って海水浴楽しみましたけど、なかなか無茶なね、20代でありましたから、無茶なことができたんじゃないかと。20代じゃなかったら30代でした。ごめんなさい。そんな感じで、行ったこともあります。その頃はですね、ガラガラでした。大垣行き。対面シートが誰も座らない、僕一人だったから L の字に寝てね、で3人の席を占領して寝た。それはちょっとちょこっと寝れましたね、でもね、もういっぱいの時はね90度でしょぐらいもしない、膝つき合わせて対面シートであれは寝れないですよ、いくらなんでも無理でございました。それで、すごく停車するでしょ、駅も。それで毎回起こされるというのはなかなかね、辛い列車の旅でございました。私はね、ムーンライトながらは利用したことないですよ。それ以前の大垣行き普通というか快速というか、そんなを利用したことはあります。それで学生の頃にですね、その頃はですね、東京ミニ周遊券いうチケットがあったんですよ。どういうチケットかというと、東京都区内とその周辺、神奈川、横浜、千葉、埼玉、茨城ぐらいまではJR 乗り放題、1週間乗り放題チケットがあって、それで行き帰りの乗車券がセットになってるっていうチケットですから、1週間定期にどこでも使える定期みたいな感じになるわけです。でそれで行ったらね、何が何でも JR 使えますよね、なるべく。でその頃ね、お友達がですね、駒沢大学行ってたので、その人の下宿をですね、夏休み期間中1週間使わせてもらって、それでですね、ずーっと潜伏して、プロレス関係のところをうろうろしておったというようなことをやってました。その頃ですね、まだ JR のバスが各駅停車のバスみたいな、高速バスみたいなやつはしかなかったんですね。それでいっぺんですね、大阪から名古屋までは行って、で名古屋から乗り換えてですね、国鉄バス、高速バスに乗って、東京に行ったことあります。それはですね、だいたい10時ぐらい発、東京が5時ぐらい着でしたかね。なんかゆったり行ったことを思い出があります。その頃も今の高速バスみたいにノンストップみたいなのに、サービスエリアに2回ぐらい止まって、東京や新宿屋を目指すというバスではなく、各駅停車ですから、いろんなとこ止まるわけ。止まりながら休憩もしながらという、ちょっと時間がかかる高速バスでしたね。それも利用できたんです、高速バスに。高速バスで利用して東京へ行ったということもありました。いろんな方法で試してですね、安い方法で行くわけです。行きはですね、電車で、快速とか普通電車乗り継いで名古屋まで行ったという記憶があります。そこから、バスに乗り換えて、周遊券、ミニ周遊券でその高速バスが乗れたのでね、それで行かせていただきました。まあなかなかいい経験をさせていただいておりました。
大学に通っておったので、私はどうしてもその二子玉あたり、二子玉川あたりが拠点になるという、世田谷区ね、そこら辺の奥がったところに、大体アジトで、ラッシャー木村さんがですね、その頃渋谷区に住んでたので、東京急行、東急アニマル浜口さんがですね、浅草に住んでおられたので、渋谷からですね、銀座線に乗って、浅草の方へ向かっておりましたので、どうしてもその拠点ターミナルっていうのは渋谷になっていました。で、飲み会するっても道玄坂とか予約してね、飲み会やったりしておりましたので、どうしてもね、渋谷でした。今はね、香港カンフー美術学院の練習場所が中野とか、練馬とかそういう場所になってますが、中心は新宿および中野ということになってます。まあ、拠点ターミナルが変わるとまたね、そういう動線っていうのも変わるんです。最近この京王電車に、ね、乗る機会が多くなったし、最近ね、渋谷あんま行かなくて、ね、どうしても新宿、バスで行ってやっぱりどうしても新宿になるので、あんまり東京駅行かないですね。
エスカレーターをご利用の際はベルトに従い黄色い線の内側へお進みください。
技でお下がりください。エスカレーターを走って上り下りする方はハイブリッド列車なのでお待ちください。この周りはこの普通電車が早く着きます。おはようございます。イメージメッセ忘れ物のお題をご注意ください。新幹線地域はい、JR 元町駅で降りましてですね、これで道の向かいに阪神電車の入り口がありますので、今から阪神電車の方に乗り換えたいと思います。寝過ごしたらですね、彦根まで行くのかなんです。やっぱりこの阪神電車に乗って梅田終点ということで安心でございます。それで乗り換えるということでございます。姫路からも山陽電車に乗りますとね、さすがにこの駅が多くて時間がかかるんで、やっぱりその JR 途中まで行かしてもらって、元町。これ阪神電車なんですけども、車両は山陽電車の車両がやってきます。さあやってまいりました。阪神電車でございます。車両はね、山陽電車ですよ。ですからちょっと古めかしい感じになるんですが、阪神電車の車両が使われることは稀にありますが、ほとんどはここの山陽電車の車両になってます。実はですね、これですとですね、山陽電車の方がね、なんか古い感じがします。普通電車の方が新しい。さあ、梅田駅をエスカレーター上がりまして、さあ、これで梅田に着きましたよという感じでございます。ここのね、ここもこうアトランダムにみんなね、思い通りに走ってるので、なかなかまっすぐ歩けない道なんですよ、これもね。この梅田のこの地下街まっすぐ歩けるようになったら立派な大阪人でございます。阪神梅田駅、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。